レヌワゴンに取り付けたタイヤ空気圧センサー KD258 の分離したアンテナ線を再延長してみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。樫村製タイヤ空気圧センサー KD258 最近の初期画面です。動画ナンバー36で空気圧センサーのケーブルからアンテナ線を分離しました。その状態でしばらく使ってみましたが、やはり左リアの通信切れはゼロにはなりませんでした。延長した長さが短いことと、フロント側だけに張り巡らせば解決すると踏んでいた考えが甘かった結果だと思います。ケーブルをフリーにした状態でシガーソケット電源で認識するのはすでにナンバー36動画で実証済みです。空気圧調整の都度ケーブルの結束を解いて、その形で再ペアリングを行うのもなかなか大変です。なのでメーカーもコードは束ねないでだけではなく、適切な結束例などの説明記載が欲しいですね。私では原因追求をしてもそれを限定するのは無理なので、解決策としてさらにアンテナ線の延長を行いました。今回その顛末を動画にしてみましたので、興味のある方はどうぞ最後までご視聴ください。他の通信切れの原因。メーカーに質問したメールの中で、通信が途切れる他の原因として説明書には未記載のヒントを教えてくれました。その原因になる可能性がある項目として、1、車種。これは多分社長なのだと思います。当然社長が長ければ通信しづらくなります。2、タイヤやホイールの使用。ホイールによって空気注入口位置が奥になっているものがあるようです。3、車内荷物等の状態。4、窓が UV カットガラスだったり UV カットフィルムを車内に貼ったりしている場合。5、無線機やレーダー探知機がそばにある場合。これらは電波送受信に支障が出る原因になる可能性があるとのことでした。私の場合はレーダー探知機がそばにあるので、これが原因かもしれません。いずれにしても使用周波数が 429.5MHz と波長が短いことと、センサーが車外にあることが通信切れの障壁なのでしょう。これまでの経緯。最初はケーブルをハンドル下まで通してすぐアクセサリーソケットに差し込んで結束しないまま電源を接続しました。コードがアンテナになっているので、電源ケーブルを短く畳むのは NG と記載されていたのです。ペアリングはメーカーにおいて履行されていて、問題なく表示が開始されました。その後オリジナルケーブルをハンドル下から正面右側に配線を伸ばし、右端で U ターンして左側に配線をいっぱいに伸ばして電源をつないで結束しました。その状態でしばらく通信が途切れることはなかったのですが、空気圧の性質上どうしても補充の必要が生じます。そのタイミングに合わせて左リアだけ通信が切れることが確認されました。中央から左端までアンテナ線がないので、分離して1メートルほど左側に配線を伸ばしました。けれどその状態でも空気圧調整のタイミングで左リアの通信がやはり途絶えました。悪いことに通信が途絶えても表示は直前の数値を維持するので、数値が他と著しく違ってくるまで気づけません。受信切れの警報や表示があれば気づけるのですが、メーカーさんとしては現段階でその機能はないそうです。いろいろ試行錯誤しましたが良い解決には至らず、再ペアリングを繰り返していました。社長が短い刑でこのようなことを繰り返しているのは煩わしい限りです。この際一気に解決してしまおうと
延長したアンテナ線を後部座席側まで伸ばすことにしました。アンテナ線の分離。裏側の4点ネジを精密ドライバーで緩めます。この時点で保証対象外となるので注意です。主装置の中はこのようになっていて、ここから分離するには隣のターミナルと近すぎて無理そうです。頑張ってハンダ上げしてもコンパクトすぎてケースから電線を引き出す良い術もありません。うまく引き出せたとしてもこの部分にアンテナ線が露出するため見栄えも良くないので、前述の動画のようにしたわけです。なのでアンテナ線を分離する場所は少なくとも主装置から50センチくらい離れたところが良いでしょう。ケーブルの外装を剥ぎ取る場所を決めて体勢を整えます。手元に注意しながらケーブルの外装にごくごく浅く切れ目を入れます。深く切れ目を入れなくとも被覆はカッターが入ったところから簡単に剥けます。ケーブルは外装を剥ぐとエナメル処理したより線が3線すぐに現れます。私がよく使用するケーブルは外装の下に何らかの保護層があって、その下に被覆された新線があるイメージです。このケーブルは被覆なしの新線が外装の下に直接束ねてあり、新線同士の絶縁はエナメル塗膜のみです。なので被覆を剥ぐ時の切れ目は浅くするのです。剥ぎ取る長さは新線のよりを戻してテープを巻ける長さ4から5センチくらいです。それだけで外装はカッターを入れたところからきれいに剥けます。緑がアンテナなので3線のよりを戻して他の線を傷つけないように表面を軽く削って緑線のエナメルを落とします。エナメルを落とすのはラッカーやシンナー、アセトンなどを使っても落ちませんでした。大きな電流は流れないので素線の1本でもつながっていれば OK ですが、できるだけ接続を多くするためこのようにします。終わったらアンテナ線にハンダ上げしてテープ処理します。車に戻す前に試験をしておきます。電源をつないで動作を確認します。 DC プラグを差し込みます。起動しました。 OK です。これで分岐が完成しました。アンテナ線の延長。アンテナ線の延長はハンドル下からキックガードを通して運転席下に配線します。右のサイドガーニッシュから運転席下の点検口までワイヤーを通します。リアサイドガーニッシュ前の点検口でワンクッション取ってそこまで通線します。後部座席のトレイを外して中央にある点検口までワイヤーを通して配線すれば終了です。電線をできるだけ車の中央に通すイメージでたるみを調整します。配線は1本が良いのですが、難しければ2本として点検しやすい場所で接続します。最後に接続箇所にテープを巻いて終了です。分岐場所はコルゲートチューブで保護してネームを取り付けています。 DC プラグの構造。 DC プラグの中を見てみましょう。爪で止まっているだけなので簡単に開けることができます。
抵抗だけがあって減圧モジュールなどはないです。どうやらこの抵抗は基板面 LED の減圧用なのでしょう。電源は 12V だと思われます。この抵抗と LED ですね。電圧をかけて確認してみましょう。電源をつなぎます。 LED が点灯しました。プリントラインからやはり減圧抵抗と思われます。出力電圧を当たってみます。電圧をかけます。指針は 13V を示しています。動作確認。装置を再取り付けしてタイヤの空気圧を調整しました。表示は問題ないようです。前述のように通信が途切れていると分かりにくいので、しばらく注意しなければなりません。著しく数値がかけ離れている場合は多分リンクが切れているので再接続します。ここまで結構時間がかかりましたが、これでしばらく煩わしさから解放されると思います。動画ではマイナーな表現もしましたが、この装置は扱いに慣れれば便利な部分がたくさんあります。私は安全走行には必要なアイテムだと思っているので、諦めずに試行錯誤しています。私が感じているマイナーな部分は今後のバージョンアップに期待したいと思います。実際にこの方法を試される方は自己責任でお願いします。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。